いやー、めっちゃ綺麗。さあ、野津くん回っておりますが、おはようございます。おはようございます。いやー、今日はここは港じゃなくて土手打ちの、土手打ちの私のプライベートビーチ。いや、めちゃくちゃいいとこですね、ここね。最高ですよね。いや、風景、鹿島もいい感じでね、ここ見えるんで。さあ、この素敵な北条ですね。今日は、港じゃなくてちょっと趣向を変えて。そうですね。いつもの釣り動画とはちょっと違って、調理動画の時にね、よく登場している調味料、こちらについてちょっと紹介させてもらえたらなと思いまして。いやー、これ野津くんが、このチャンネルスタートする前から昔テレビの取材の時からもよく持ち込んでた。そうですね。必ずいや、野津くん必ず魚と一緒にね、あれを必ず一緒に持ってくるじゃないですか。もう我が家にはなくてはならない調味料なんですよ。これなんでそこまでこだわってるというか。そうですね。やっぱりこの北条の海で取れた魚が、その北条で作られた調味料で食べれるっていうのはすごい贅沢じゃないですか。で、今日お伺いするその調味料を作られてるお店はですね、なんと大正10年から創業されてるんですよ。今年の4月で105年を迎える。すごいですね。その北条だけじゃなくて、愛媛を代表すると言ってもいいぐらいな老舗のところにちょっと今からねお伺いして話を聞いていけたらなと。名前も本当ね、松山北条らしいなんとか水軍とかありますけども、本当ね、素晴らしい。いやー、楽しみです。そうですね。なんかもうその社長さんがもう野津くんもかなり仲良しだと。そうですね。そこの今の社長がうちの長男と娘さんが同級生で、私がこの北条に移住してきた頃から子供を通じて接点があって。じゃあもうプライベートからもう根っからもうすべてもうがっつり。その社長も釣りも大好きなんで、釣りの話をしながら美味しく食べるためにどうだという話も聞けるということですね。はい、もうそのね、美味しい調味料がねどうやって作られるかとか、私もそんなにね具体的には見たことないんで、今日はちょっとそのあたりをね探っていきたいと思います。楽しみです。じゃあ早速行ってみましょう。はい、ありがとうございます。はい、行きます。ここがいつもの北条の方から。私の船が止まってるところですね。もう近いんですか、そこの。もうご近所さんです。もう港からすぐ近く。すぐ近くで。じゃあまさに北条の魚を食べるために生まれたみたいなもんですね。そうですね。本当どんな料理にでも合うし、なんだろうな、味が決まってくれるというか、手間がないですね。なんとなくは皆さん気づいてるとは思いますが、日本の伝統調味料ですよね。そうです。いや、でもこの歴史ある北条の老舗ってなんか楽しみですね。そうですね。そうですね。もうこの歴史ある通り沿いに。通り沿いの、すぐ近くですね。有名な太田屋さん、鯛めし屋さん。こちらもコラボしてますんで。素晴らしい。今配達用の車がいっぱい止まってる。このなんかこのなんかもう昔からの何かができてそうな、なんかもう建物の感じが。楽しみ楽しみ。でも港出て 1,2 分でしょ。いやー、本当建物も昔のままのが残って素晴らしいな。ちょっとこの裏の感じ見るともうこのいやー、あるんでしょうね。お酒ですか。なんでだ。ちょっと微妙に。あそこにね、古くなった。これなんだろうな。貯蔵するものがありますよね。これ見ると本当お酒もこういうので。いやー、こんな感じですね。いいですね、趣がありますね。お酒、もうお酒と並ぶ
まさに地域の伝統的なものですよね。素晴らしい。楽しみです。突撃してみましょう。ああ、突撃です。お、ここに、あ、ちょっと車のこれありますが、これ忽那醸造さん。そうですね。何かを醸造しているということですね。これは。ほっとほんのりっていうね、このフレーズを聞いたことがある方も多いんじゃないかなと思います。こちら、いやいやいや、素晴らしい。この上の文字の忽那醸がもう欠けてるところが歴史を感じますよ。素晴らしい。おはようございます。おはようございます。すいません、失礼します。すいません、失礼します。奥様です。勝手に回しております。おはようございます。すいません、ジュンスと申しますが、どうぞよろしくお願いします。おはようございます。早速よろしいですか。もうこのもう中がもう歴史がもうね、有り余るぐらいの歴史を感じさせる。大黒柱めちゃくちゃ太い木の柱、これすごい柱ですね。建物自体がもう何年？当初が大正10年の創業になるんですけど、その時移築をしてきたので。移築。じゃあそれよりまだ前が2つある。前が2つ。前が2つあります。すごいね。前が米問屋さんと酒屋さんだった。そうなんですか。聞いているので。米問屋さんと酒屋さんがこの建物を使ってたらしいです。これはもう本当もらしいですしか言えないです。すでにたくさん聞いてしまいましたが、野津くん、ちょっと改めてご紹介をお願いします。いつも私の我が家で欠かせない調味料で、このね松山沖で釣れた魚にもぴったりな忽那醸造さんの忽那さんです。お世話になります。忽那醸造の下のお名前さんが大きいと書く。そうです。大きい一文字で大ですね。もう読みもそのまま忽那大さんですか。そうです。いやいや、なんかすごい、もちろん立派なんですけど、名前もすごい立派なお名前ですよね。大したことないです。いやいや、素晴らしいですね。じゃあ今日はこの地元の伝統あるお醤油を紹介していただけるということですね。じゃあ見学スタイルにねさせていただきました。ありがとうございます。はい、お願いします。順を追ってありがとうございます。作りますよというところでお話をさせてもらえればなと思います。じゃあ行きましょうかね。はい。オン。よいしょ。足元立て気をつけながら。はい。匂いすごい、なんかもうこの時点でなんかもういいですね。いい匂いがする。まず小麦をいって小麦をまずいるんです。火を通すんですか。知らなかった。なんか小麦だ。まずここで小麦を切って、伝統的というか、もう作り方がもう昔からずっと変わってないんだ。基本的には。すごい。リアルにこういう最初から見れるとは思わなかった。ありがとうございます。もう来るなら今日。じゃあちょうどいいタイミングで使うと。で今度は今いったことがこの機械で割砕します。細かくします。細かく。今度ここにですね。見づらいんですけど、あそこに大きな球体が。球体がはいありますね。あれが大豆を蒸す釜です。あれは大豆。あそこにこの大豆が入って、で蒸すっていうのがこの子ですね。蒸しますよ。でこの子で一緒になります。一緒になったものが今度その中でいきます。こっち。混ぜてっていうのは麹を作るってことをやってます。で今だいぶ麹が上がってきてます。ちょっと麹を見ていってもらえますか。
上がってくるっていうのはね、浮いてくる。これは僕らのできることね。そういうことね。麹が上がるというんですね。へえ。麹が出来上がってくるんで。ちょっとまずのつく見てください、ちょっとね。まだね、全然お醤油の匂いじゃない。違う香りが。見た目はどんな感じなんですか？なんだろう。なんかあまり見たことない。いや、ちょっとぜひ見てもらって。もちろん私も見たことがありません。ちょっとどんな、あ、本当だ。これは。なんかしっとりとした独特の香りがしますよね。これ醤油っていうのはこれ今の時期仕込むもんなんですか？それともね年中こう仕込んでるんですか？各蔵さんちょっとご事情分かりませんけど、当社としてはですね、比較的よくやってるのが11月から5月ぐらいまでかな。昔はもう少しやれたような記憶があるんですけど、なんかお祭りぐらいにはもう仕込んでたね。北条の祭り10月ですけど、仕込んでたような記憶があるんですけど、この近年気温が高いのでどうしてもスタートが遅れ、終わりが早まってるような感じはしてます。じゃあ比較的こう寒い時期にこう仕込む醤油を仕込み始めるというふうな感じなんですかね。少なくとも暑い時期は無理なので、今ここから123ぐらいまではバタ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 とやってるような感じですね。これをですね、よくもろみって聞くじゃないですか。もろみ、はい。でこのできた麹を今度塩水に入れて、塩水に入れて、でそれがもろみになって、少し見えますか、この下。見えます、見えます。このちょっともうドロッとこう。そうなんですよね。だってくるものがあって、こっちもそうです。こっちはね、まだなんですよ。もろみになってないですよ。これが時間が経つとこうなる感じなんですよ。この状態だとまだこれに今これ多分塩水だけなので。これ塩水だけですね。ここに麹が入って、これに麹を入れて、でこいつが出来上がってきた。1年後ぐらいです。1年後。1年後。なので。すごいです。塩水に麹を混ぜました。ちょっとこっち行ってもらえば分かるんですけど、発酵タンク、はい。で、発酵してもこの中今発酵中ということですね。言ったらいいやつ、高いやつになるんですか？わかりやすいと。少し原料も変わってくるんで、ここは2月2年ぐらいですかね。2年間。この中に2年間。わざわざいいものをこの杉樽に入れてるってことは、やっぱ杉樽っていうのはいいんですか、やっぱり。管理は大変ですけどね。杉樽で仕込む方がいいかなと。また少しでも、もう創業当時の樽も2本だけになるので、残しておきたいのもあって。そういうことね。あれが創業当時の。創業当時のだろう。でもじゃあ100年超えてる。ちょっともう一回見ていいですかね。すごい。これもう100年超えの樽が、すいません。もう100年超えぐらいであろうという樽。すごいな。じゃあもうこの杉の中に砂醸造のこういろんなものがこうもう染み込んでるわけですね、もうね。これがやっぱりふらつきのいますけど、いう部分があるので美味しくなるんじゃないかなと。じゃあこれで1年間寝ましたよという話で、出ました。絞って、これ今絞ってると、お醤油がこういう感じで絞れていきます。このまさに出てる。当然こう入れた時はもっとこう傘がそれがいうところなんですね。下まで傘があって、で
下から上がってくる。これ押さえたら降りてね。降りていきます。昔っぽい、めちゃくちゃ昔っぽい絞り方だなみたいな感じがしたんですけど、今こうやって作ってるところは少ないんじゃないですか。そんなこともないんですか？どこまでかちょっとご事情はねはっきりしませんけど、今よく言われてるのは仕込み自体をしている倉さんが減ってきてるとは言われてます。当然なんと絞ることがないので、当初は自社で全部絞りお醤油を作りたいっていうのがあるので、全工程を社内というか自社で行ってますけど、だいぶ皆さんやらなくなったというふうには聞いてはいますね。さっきの話なんですけど、醸造期間を長く取ろうとか思うとどうしても自社でやりたいっていうところですね。すごいな。昔ながらのずっと守っていくと言ったらちょっと効率的には悪いところもね、めちゃくちゃ。もちろん効率はもう全然良くないですよね。けどもそこの時間をかけてあげなくちゃいけないので、僕らができることも時間かけてあげるぐらいしかできないので、せめて時間だけはかけてあげましょうと。手間抜かずに時間しっかりかけて、でそうすれば少しでも美味しくなるんじゃないかなというところで。素晴らしい。ね、素晴らしいですよね。まあ世の中よく濃い口とか薄口とか刺身醤油とかみたいなあるじゃないですか。こっからこう分かれていくみたいな感じになるんですか。なんていうかな。刺身醤油に関してはもう完全に、ここに来るまでに仕込み方が違うので分かります。そうなんですね。薄口醤油も、分かれるものと分かれないものがありますけど、狙って作ります。で、濃い口に関してはバージョン等々で変えていくことがあるので。枝分かれしていくものもありますよというところですね。醤油の種類です。で、言われた濃い口があって、薄口があって、刺身醤油なんてことを言うんですけど、たまり醤油だったり、当社がやるのはこの再仕込みって言われるものですね。っていうのをやっています。当社ここ作らない、このたまり醤油、少々が作らないので、この3種類を作っている形になります。再仕込みっていうのは一回お醤油ができました。そして絞ります。でここに戻るとさっき話したように塩水にこじれますよねって話をしたんですよ。ここは塩水じゃなくてお醤油に変わります。お醤油にお醤油の麹を仕込むってことなんですよ。かかってる。2回お醤油を仕込むんで再仕込みって感じです。そういうこと。でこれはこの辺りの甘い刺身醤油。瀬戸内でよくやるお醤油ですよね。これやっぱタイ食べるにはこれよね。これです。あらら、もうここのタイ食べるならこの再仕込みの。ちょっと淡白な瀬戸内で淡白が繊細な魚なので、ちょっと味を乗せるじゃないですけど、ちょっと濃いめのとろっとした甘いお醤油で食べる。めちゃめちゃ合うんです。これもね多分話聞いただけでめちゃくちゃ今よだれがこうね、それはこれはものすごい美味しい再仕込み、そういう秘密があったんですね。そうなんです。こうやって昔ながらのやり方を守ってずっとやっていこうと、その原動力はどういうところなんでしょう。地域の方にですね、つけてもらいながら来てますので、地域のためにもですね、僕ができることはお醤油作りしかできないので、頑張ってお醤油だけでもいいお醤油を提供していきたいなっていうのが一番ですよね。でもね、いや本当そうですね。綺麗事じゃなく、ちゃんとこういうその心意気を感じている男がここにいます。もうね、工場大好きですからね。いや本当ね、もう断ることにも忽那醸造の回し物かって言って、これだってもういつもねのつくんで。工場だけじゃない、もうこれ愛媛を代表する調味料だと思うんで、ぜひ皆さんに知ってもらいたい、そういう気持ちからね、さりげなくですけど、ご紹介しておりました。でも今日はね、こうやってがっつりこのね内部まで紹介してもらってね、非常に分かりやすかったですね。本当ね、この香りをお届けできないのがちょっと残念ですけども、これもうこの建物全体がすごいいい香りですよね。これはね、一番まさにさっき言われてた地元の魚を食べる時どの醤油で食べてるのかぜひちょっと知りたいですね。もう間違いなく刺身醤油使うんですけど、であとはそうですね、お魚によってじゃないですけど、
タイ食べる時僕最初に使いますけど、あえて濃い口で今日あっさり食べたいなと思ったら濃い口を使ってみたりとか。例えばこの魚は濃い口で食べたいな、例えばどういう脂が乗ってる魚、この回で言うとブリとかなってくると、脂がだいぶ強いんで、お醤油を薄くしてあげるというか、油同士が濃いもの同士で喧嘩するじゃないですか。なのでお分かりやすいかもしれないですね。そのハマチ食べるときに、ちっちゃいやつ食べるときは最初に食べて、で大きくなって脂がかかってきたら普通の濃い口用のお醤油にしたりとかします。いやー、さすが醤油の専門家の方、勉強になりますね。そうですね。なんか言ってること、そうだなと思いながら来ましたけど、醤油屋さんが言うから間違いないですね。これはね。さっきの濃い口醤油をね使うけど、うちもね濃い口醤油大好きで、魚料理ではない普通の料理とか、チャーハン作る時ですね、最後鍋肌で焦がし醤油作るのも濃い口醤油すっごい美味しいんですよ。でやっぱり今言われたように脂乗ってる魚、私らが今年のお正月に養殖のブリをいただく機会があって食べたんですけど、やっぱさっき言われるように再仕込みだとちょっと甘みがあるけど、今納得しました。濃い口であっさりいけばいいのかな。ぜひ試してみたいと思います。こう見るといろんな種類のものがありますね。これは。一応ソースまで自社で作る。ソース。自ソースっていうこの本当だ。なかなか愛媛県でソース作ってるのが珍しいですけど。あらららら、それはすごいな、ソース。お好みソース。このお好みソースとか食べてみたいですね、本当ね、これね。これは御用達で、子供たち大好きで、すごい何にでもやっぱこれも甘い感じなんで、子供たちはよく食べてますね。もっと甘いソースが欲しいって言って、じゃあどうする？じゃあ作るって作ったんですか？このソースよりも甘いんです。これも醤油と一緒で、これ食べ出したら他になっちゃうんですよ。もうこれ食べ出したらもうこのやみつきになる甘さというかね、中毒性があるんですよ。真ん中にあるだし醤油。野津くんなんかだし醤油これ使いますよね。宇和島鯛めしでつけるのこのだし醤油にね。それは味がしっかり決まってるんで。刺身を食べて刺身が余ったらそれにつけて漬けにする。漬けでも余ったら今度それに片栗つけて唐揚げにする。一粒で3度美味しい調理ができちゃいます。唐揚げの下味まで。下味。その時はちょっとニンニクと生姜とか入れてやるとすごく美味しいです。基本的にさっき濃い口醤油ですよって話をしましたけど、これがその濃い口醤油。これ本醸造の濃い口醤油になるんですけど、僕らはやっぱここが美味しいことが一番大事だと思ってます。でここをしっかり作っていれば次の展開が出てくるんで、ここがまず一番ですよっていうところで、とにかく一番のベースといったらベースですね。それと先ほどお話をしてました刺身醤油。これは再仕込みの刺身醤油。再仕込みの刺身醤油。刺身って書いてますね、このね。天日塩使用って書いてるな、全部。この天日塩、天日塩っていうんですか、天日塩ってこれやっぱいいですか？美味しいです。間違いなく美味しいです。味比べをお塩の味比べしてみたんですよ。もう食べてこれ美味しく変えようと。もう即決で。その当時も帰ってきて僕20年超えましたけど、帰ってきた直後ぐらいだったような曲があるんで、それが年数になると思いますけど、会長と話をしてみんな自由に食べてもらって、美味しいねこの塩。みんながそこまで言うなら美味しいものになるだろうから変えようよというところで変えさせてもらったからそういう年月になります。美味しいもの重視で、それだけ美味しいなと思った塩だからもうこのラベルに書くぐらい美味しい。ここからいろんな派生をしていく形になるんですけど、
が野津さんでご紹介をしていただいただし醤油で、薄口ベースのお醤油に、かつおしいたけ等々、昆布等々出しさせていただいて、それに甘みがみりみたいなものですね、入れてやりますよというところで、煮炊きのベースになっていくっていうところですね。家庭でやっぱり手間を省くではないですけど、少しでも簡単なようにご家庭料理ができるようにという流れが変わってきましたんで、その中でっていうところのご提案としてですね、当社としては美味しいお出汁の準備をして、美味しい割合ですよね、含めて美味しいお出汁を提供していますよというところで、焼肉のタレ、すき焼きタレ、当社で一番出荷量的にはこのめんつゆですね。あ、へえ。ここが私の看板というか、これからまだ寒いのであれですけど、もう少しもうあっという間に暖かい季節が来ますんで。めんつゆポイント、それだけ評価されてるポイントっていうのは何ですか？めんつゆ。甘い。もうそれが甘いが共通。それも結局甘いだけじゃやっぱダメな部分があって、お醤油がしっかりしてる。でお醤油がしっかり美味しいので、甘さ耐えれるじゃないですけど、甘さがうまく乗るというようなイメージを持ってもらえれば、お醤油しっかり作ります。で甘さをしっかり受け止めれますっていう今ことになってます。そこはしっかり出たお醤油のベースがあるからということです。美味しくなかったら甘いだけじゃそれね、甘いだけになってしまうんで、旨味が乗ってくるかどうかというところはお醤油の大事な部分なので。ちなみにですね、このお好みソースととんかつソースってちょっと似たようなとろみですけど、味の違いってどういうふうな違いになってくるんですか？お好みソース、とんかつソースっていうのは。当然とんかつソースなんでからしが入ってますよっていうところの部分と、お醤油入れてありますよっていうので、少しさっぱりして辛くな少し辛みがついてくるっていうところですよね。いまだに我々お醤油屋さんはですね、お肉に合う調味料をお醤油だと信じていますんで。肉には醤油が合うと信じていますので。お醤油屋さんらしいとんかつソース、これもね食べてみたいですね。しゃぶしゃぶタレはどういった配合というか成分なんですか？ごまがめちゃめちゃ濃いんですよ。ごま、本当にもうめちゃくちゃごまが多いですね、これね。期間限定で今年のシーズンほぼ終わりなんですけど、冬に限ってそのしゃぶしゃぶのシーズンでもですね、なんせ美味しいものを作りたかったと。金額設定無視して考えた。すごいな、わかる。美味しいものできたと。で計算してみたらこんなすごい金額があって、これめちゃめちゃうまいですよ。年間に限定100本がそれぐらいしか作れないんですけど。めちゃくちゃうまい。もう残り数本で大体こう2月一応3月まであればやってるんですけど、もうなくなれば終わりにしてしまいます。はい、皆さん冬のお楽しみにしておいてください。これは実は影のおすすめというか、実はめちゃくちゃごまが好きな人はたまらないです。最高ですね。でちょっとこの隣でこうさっき見たような、そうですね、さっきの樽でこのねボトールからちょっとこだわりが感じますけど、やっぱこれはもういいやつで、愛媛県にしては珍しくて甘味の添加をしないので甘くないんですよ。今度逆に。でこれ有機の登録をしてますお醤油自体はですね。いう話になってくると当然、そういう甘味料との添加はしませんので、でそこの添加物も抑えて、そのお醤油絞った、本当のお醤油そのものの美味しさというところで、ちょっと愛媛県としては珍しいタイプのお醤油になるんですけど、やっぱもうお値段的にもそれだけもうこだわりのお値段というか、これはでまた刺身醤油で食べるとは違う、お刺身食べてもまた全然違う構成なので、本当に、お醤油の味でこんなに変わるんだなっていうところまで楽しんでもらえれば。僕もう一つ好きなのがね、すし酢。すし酢。買ってくれてますね。これもね、僕ね、1.8 リッターで買って帰ります。刺身はね、刺身で美味しいですけど飽きるし、で寿司にするとご飯と一緒に子供らも魚をよく食べるんで、でこれもやっぱりね、他の醤油と一緒で甘いんですよ。めちゃめちゃ甘いですよ。この地域はお酢も甘いんですよ。
酢自体が。酢自体が。で、その甘い酢にまだお砂糖を足しますんで。あ、じゃあより甘い。松山界隈の寿司酢に関しては。甘い、もう甘いのがもうキーワード。キーワードですね。夏はタコ酢、タコを酢にしてあっさり食べるときに、やっぱでも甘みも欲しいなっていうときにこの寿司酢でやるとすごく美味しいし、多分甘みがあるけんタコも柔らかくなるのかな。結構ね柔らかく感じるんですよ。普通の酢だけでやると締まっちゃうんですね。だけどこの寿司酢でやるとすごい柔らかく仕上がるんで、もちろん大好きです。すごいな。本当忽那醸造、広報担当ぐらいの。本当に松山と同じ松山市なんですけど、淡い坂ですかね。こからふっと北条に入ると、なんとなく気候が変わり、松山雨降ってたのに突然北条入ったら、これ気づいたら病んでるよみたいなこともあり、でやっぱりこう少し、水が豊かだったことも含めてですね、やっぱり素晴らしい地域だなと、僕らはなかなかもうずっとここにいるので、なかなか分からなくなってますけど、こうやって言っていただくと、これいいとこで済ましてもらってるんだなと思いますよね。水の豊富さとかびっくりしますもんね。美味しい水が取れる。やっぱり水がいっぱいある。いい水があるので、醸造業ってできるので。なので、醸造元さんがね、醤油蔵が2軒と、酒蔵が2軒と、で、ビールを作ってるところとかワインを作ろうとしてるところとかいろいろあるんですけど、っていう話になってきて、醸造には適した地域なのかもしれないですね。それはもう一番にいいお水がある。それがしかも豊富にある。っていうことはもう大事なことだと思いますね。当然さっきね麦大豆塩がメインの3つって言いましたけど、今の話で当然水も重要ですよね。当然ね。水がないことにはどうしようもない。本当の生命線なので、もちろん原材料が入ってくることは大事ですし、いい原材料を業者さんが一生懸命確保してくれてますけど、それを含めて。本当最終的にたどり着いてしまうところの一つが水であるかなとは思いますね。どうなんですか。難しい質問なんでしょうけど、美味しい醤油とはどんな醤油なんでしょう。時間と手間をかけることだと思います。やっぱ時間と手間をかけるとかけただけ美味しい。美味しくなる。それは間違いないので。もちろん会社の規模設備によって状況は変わってきますので一概には言えないですけど、僕らのこの規模の中でやれることでは間違いなく時間と手間をしっかりかける、ということだと思います。そういうと手を抜かないじゃないですけどね、もうしっかりと美味しいものを届けるためにそこだけはしっかりしておきたい。この話聞いただけでこの中では美味しいものが生まれるんだろうなと、これはね。とにかく時間と手間をしっかりかけてあげたい。で、お醤油のイガイガした部分じゃないですけど、角じゃないですけど、とにかく丸い、甘いんだけど丸いような柔らかいお醤油が作りたいんですよ。なんか人間みたいですよね。そうですね。だいぶ第3もいい感じの丸い人気のいい醤油みたいなお人柄になって角が取れてる。なくなったことさあ野津くんが料理人のつくんがちょっとお礼がてらそう、素晴らしいイカをちょっと今日マダイ持ってきたかったんですけどね、釣りに行けてなかったんでこれ去年釣ったイカになります。で、第3も釣り大好きなんで味覚はしっかり持ってると思うんで食べ比べをしてもらいたいんです。これ実は種類が違います。やめようよ。貸したいかわからない。わかると思います。ただ同じように切ってるからなかなかわかんないかもしれないんですけど、これは真ん中ぐらいで種類が違うんですか。そうなんですよ。微妙に色が確かにね、ちょっとこの左右でこの
わさびのある側とない側でちょっと色が違いますね。そうです。右の方がちょっと白い感じがしますかね。これでちょっとね、イカの種類をぜひ当てていただきたい。覚えてない。大丈夫です。醤油の味覚はちょっと大丈夫です。大丈夫。で、よかったら醤油をさっきのさっきのやつね。ちょっと持っていきましょうか。いやまさにこれ本当。ね絞りたて。ねこんな機械ね。本当絞り。まさにこう生きたそのままの100年を超える歴史の味がそのまま。生きたそのままってことですよねこれね。ひねもまだしてないんで本当に絞っただけなんで。こんなどんな味なんだろうこれね。全ての原点みたいな。そこからここに溜まってるんだ。あんまり取らないようにしていただいて。なんかすごい。あ、きれい。でももう醤油よ。ちょっともう醤油。醤油。なんかすごい。濃い口。濃い口ね。食べ比べを。ね濃い比べを。イカの食べ比べ大好き。僕らは醤油の食べ比べをさせてもらえたらいいので。ではちょっとね、野津くんがせっかくこう第3よろしくお願いします。ちょっとね。醤油のだ。普通の。これがさっきのやつね。これがさっきこれ。それあいいよ。それ濃い。これ普通の濃い口。野津くんはイカ食べるときは何醤油で？この再仕込みで。再仕込みで。全然これ色が違いますね。本当だ。やっぱりこう本当辛になるね。奥がまさに原点で、そしてこれが調整後のお醤油に売ってる。でこっちはもう特別なものと思っていただければ。2回仕込んでね、こっちは。野津くん大体こう刺しは確かに刺身でね撮影の時とかもねこの色だからね。真ん中から左右で違うんですね。いただきますよ。はい。まずは右側からね。なんでこんな一緒に来て。普通の濃い口でまず右側を行きましたね。濃い口でいいか。濃い口の方がまだあっさりしてるから味が分かりやすいですかね。お、こちらが。わからんこれ。左側をじゃあ。こんなに味って似ました。まずどっちが美味しいと感じます？好みが。好みがあると。僕好きなのは右側。この色的にはちょっと白いですかね、右の方がね。こんなに味って熟成じゃないけど置いておくと寝かしたらこんなに似通りますか。あと大さん言ったようにその切り方でやっぱり近しくなりますね。いや正直、もっと味の差があると思ったの。自分だとそんなに最近そうイカ釣りはあんまりしなくなったからかな。長く置いてることがなくなったので。ちなみにこれ吸ってどれぐらい冷凍庫に入った？今が2月だから2ヶ月半ぐらい。やっぱ冷凍しててもちょっと味は微妙に熟成は進むもんなんですか？まずなんだろう、釣れたてのイカと比べると圧倒的に柔らかさが増しますよね。冷凍して寝かすより冷凍したものを解凍することで中の繊維が崩れて柔らかくなります。で舌にのせた時の感じる甘みがなんだろう、広がりやすくなると思います。
あとはまあ切り方で、下に当たる面積増やしてやると変わるし、新鮮な時はもっとイカそうめんみたいにして歯ごたえも味わいつつ食べたりとか。まあ正解の前にちょっと改めてのすくんも食べて、私もいただきますし、ちょっと改めて食べて。私はね一番気になってるのがまずこれですね。この貴重な。これをちょっと初体験ですからね、さっき絞りたてのこれをちょっといただきますね。はい。全然違う。全然違うでしょ。全然違う。キレがある。想定してないでしょ。これに慣れてるから、全然違う。ちょっとじゃあ同じ醤油で、同じ醤油で、はい。わかんねえ。切った本人が想定以上に詰まってませんこれ、相手が。どっちも美味しいです。本当に違うんですかとかってね。いや、でも確かに色が微妙に違いますよね。これね。じゃあちょっといいですかね。私も。これが右側ですね。で、そしてさっき絞りたての。そうです。マル秘の醤油です。貴重なこれしか食べられない。ちょっともっとつけていいですか。この醤油の味をなんか。めっちゃ味わってる。なんかまあそう思って食べるせいもあるせいか、なんかめっちゃ味わいたくなる醤油ですね、これね。で、スッと。いや、そうなんですよ。スーッと入っていくから、さっき一つ目ちょこっとつけたら、当然美味しいんだけどスッと入りすぎて、あれもっと醤油味わいたい。確かに。めちゃくちゃスッと入りますよね、これね。そうですね。結局そこから甘くしてない、その甘味料添加をしていないので。めちゃくちゃ美味しい。イカの味をさっきでですね。美味しい。どっちが好みでした？僕はね、左側。左側。やっぱりこうやって君はどっちが好みなんですか？私もこの2つだと左側が好きですね。でも好みですけどね。なんか左の方がちょっとねちょっとした感がね強い感じがしますよね。第3は自分が釣り慣れて食べ慣れてるイカを当ててるんだ。じゃあなかなか難しいですけど何イカでしょうか。モイカ？右がモイカ。向こうはモンゴ。はい、正解です。素晴らしい。さすが味の専門家。よかったですねこれ。いやこれ外れたらちょっとね醤油の信頼にも関わる。よかった。僕もね撮りながらこれね外したらこれ編集どうしてやろうかなと思ってるんですけど。よかった。だっていやもうねさすがですよね。さすがです。やっぱ確かな舌を持ってますね。というかいやこっちそれぞれつけたらいやもうその時点でめちゃくちゃって美味しいって言うんだと思うんですけど、これはまためっちゃちょっとめっちゃ美味しいですねこれね。綺麗でした。こいで食べることがない。確かに。あとちょっと杉だる持ってきてみましょうか。杉だるもの食べたことないです。すごい。いや
いやー、醤油って美味しいな。あれなんだけどね。これジュンさん、これも全然違う。あ、全然違う。開封しますね。お、この子超高級醤油が。これ16年まだ一回も。これ貴重な。超貴重です。めちゃくちゃ貴重な。だって杉ですか、さっきの。杉だれに2年ぐらい熟成させるんです。2夏超えたいな。2夏これ。すごい。色はこうあ、また綺麗な、本当に綺麗な。これは匂いからちょっと分かるぐらい。のつくん、香りを。違う。全然違う。めっちゃ香る。めちゃめちゃ香る。さすが杉だる。はい。先いっちゃいます。これも今までの再仕込みとは全くこう全然違う。けどこの元のやつがなんかもっと濃くなったよ。複雑になって旨味が増してる。久々に。この元のやつです。大さんが食べてるのは。絞った。いや。そしてちょっと消えるんですよね。改めてこの杉だるの方も。改めてそれぞれどういう感想ですか？これその愛媛県の醤油のお話をさせてもらいましたけど、甘さがあるのがいいのか、甘さがあるのが僕ら好きなんですけど、その中でもその杉だるの取り組みさせてもらってるんですけどね、お醤油本来の絞ったものっていう部分ではやっぱり杉だると美味しいなとね。これまたお料理するともっと分かるんですけど、お醤油がよく効きます。お醤油が僕は強いなんてよく言います。強いって言うとおかしいんですけどね、よく効くので、使われたら少し少なめから始めてくださいねなんてご案内をするんですけど、それがよく効きますので、ちょっと塩味が少し強い部分なんで、というところで旨味も強いし塩味も強いし、なんか濃く感じるっていう感じですね。割と多めにつけてたっぷりつけましょう。いや、美味しいですね。これあれぞ、ブリ食べましょう。やっぱり脂が乗ってるやつに合いそうな感じですね。イカをね目の前にしながらやっちゃいけないんですけど、ちょっといいお肉を買って塩コショウを何度して、そういうことか。魚だけじゃなく肉にも美味しい。確かに確かに。今の話聞いて、これね牛肉の霜降りの牛肉とかだったらほんとスーッとこれ油とぴったり合って入りそうですね、これね。大地さん、醤油って美味しいですね。美味しいです。醤油ってね、一言で言ってもこんだけ違って、面白いですね、この奥が深い。いやちょっとね、味イカ当てゲームさせていただきましたよ。本当ね、よかった。最近の仕事で一番緊張しました。よかった、本当。ごめんなさい、打ち合わせなしだったね。何度も言いますが、もう当ててくれてよかった。当たらなかった、当たってない。で、なんか落ち着いた頃にぜひ釣りで、なんかね、させてもらったように、5月になったら仕込みが終わりますので。終わって水温が上がって僕でも魚が絶対釣らせてくれそうなそう次へこう釣る大さんをそうですね。はい。今日はね、かっこいい仕事人の大さんでしたけど、ぐだぐだの僕を見て、で釣った魚でこのね美味しいお醤油で食べるというところまで次はねまたね取らせていただければと思いますので、いやありがとうございます。はい、ありがとうございました。
どうですか改めて、まあ今日ね、はい、いろんなお醤油のいろんなシーンを見させていただきましたけれども、私もね改めていろんな発見があって、さすが大さんの気持ちがこもった醤油だから僕もずっと好きでね、食べてたんだなっていうのがね裏付けが取れましたね。でやっぱ出来たてのさっきのね、美味しい、めちゃくちゃ美味しかったんだけどね。あとやっぱ大さん言うね、その魚によって、時期によってこの醤油の使い分けっていう発想が僕もねそこまではなかったんでね、これはこれで取り入れていいですよね。ちょっと今度食べる時ちょっと 2種類ぐらいちょっとね、これ確かにおっしゃる通り本当ね美味しく食べれる、また楽しみが増えましたね。いやでも本当その醤油愛、地元愛が本当ね大さんのこのやっぱにじみ出てましたもんね。ちゃんと愛があるだけじゃなくてちゃんと味が分かることも証明してくれましたから。愛もあって舌も確かだという、これはね。いやよかった本当すごい。いや今日ねご紹介させてもらった忽那醸造さんですけど、私のホームページの方にも商品概要貼ってますし、今日このね動画の方の概要欄にも忽那醸造さんのホームページをね掲載しておきますんで、気になった商品ね、もし釣りに来てもらう場合はね私の方に言ってもらったら、釣りの時に準備もできますし、オンラインショップもありますから、まず1回食べてみて、とても美味しい醤油ですし、確かな舌を持った男が作ってる醤油ですから、ぜひご賞味ください。この醤油グラも最高ということでですよね。最高な場所で最高な人が作ってるお醤油ということで、火の打ちどころがないです。もうね、でも確かにそうですね。こういう感じでね、北条にまつわるところを中心にね、私ももっともっといっぱい紹介したいところあるんで、いろんなところを皆さんにね協力いただきながら配信していきたいと思います。ぜひねチャンネル登録して、配信をお待ちいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。逆にお友達の大さんからのつくん応援コメントをお願いします。本当のつさんともともってじゃないですけど応援いただいてですね、で本当に、いろんな魚の話をし、やれあれ食べたら美味しいだこれ食べたら美味しいだと言いながら、でのつさんがそうですねゆうきさん始めてもらったんで、僕はのつさんのおかげでタイラボをするようになり、でタイって釣れるんだね。僕もいっぱい釣りしてきたんですけど意外とタイって釣れてなくて、初めて釣りに行かしてもらった時に本当にこんなもんで釣れるんだから始まって、ちょっとコロナ禍もあってですねしっかりとタイラボに楽しませていただきハマらせていただき、大変楽しい思いをさせてもらってますね。ぜひぜひこれからもですね釣らせてください。もう絶対に釣らせてください。お願いをしておきます。本当にいい場所、北条紀松山家というのは本当魚の魚種も豊富なところなんで、ぜひ皆さん遊びに来ていただければなと思います。ありがとうございます。ます。それではありがとうございました。